皆さんこんにちは。Google Chrome Enterprise カスタマーエンジニアの山本です。このセッションでは、管理対象ゲストセッションのメリットと、Chromebook 上で管理対象ゲストセッションがどのように動作するのかを、実際の画面をご覧いただきながらご説明させていただきます。まずはじめに、IT 管理者の視点から、Chromebook を管理対象ゲストセッションで構成する3つのメリットをご紹介いたします。1つ目は、既存の IDP との ID 統合が不要であるため、リモートワークに必要な端末を素早く導入することができるという点です。このことは、特に VDI、DaaS をご使用中の企業の皆様や、SaaS や社内ポータルなど、Chrome ブラウザーが使用できれば良いというようなユースケースに役立ちます。もちろん、ログインが不要ですので、Google の ID がなくてもご使用いただけます。2つ目は、端末にデータが残らないという点です。セッションを終了すると、入力履歴はもちろんのこと、すべてのユーザーデータが端末から削除され、初期化された状態に戻ります。従いまして、端末にデータを残さないという運用を簡単に実装できます。3つ目は、アプリや拡張機能、Chrome ブラウザーの動作、スクリーンショットや USB メモリーへの書き出しを管理者が制御することが可能である点です。例えば、Chromebook を新クライアント端末として使用する場合には、VDI または DaaS クライアントさえ使用できれば良いという状況であるかと思います。この場合、弊社の Google 管理コンソール上で、管理対象ゲストセッション用に用意されているいくつかのポリシーを設定することで、所望の動作を実現できます。では、管理対象ゲストセッションとして構成された Chromebook の画面遷移をご紹介いたします。こちらがキッティングが完了した Chromebook の起動画面です。本来 Chromebook にあるはずのユーザーのログインボタンやゲストモードのボタンが表示される代わりに、画面上には管理対象ゲストセッションを起動するためのボタンのみが表示されています。それでは管理対象ゲストセッションを開始しましょう。中央のボタンをクリックします。管理対象ゲストセッションでは、ポリシー制御された Chrome ブラウザおよび管理者が指定したアプリケーションとネットワークのみが使用できます。管理者が指定したアプリケーションがクラウドから自動的にダウンロードされます。3つの VDI、DaaS クライアントアプリが自動的にダウンロードされました。ここから先はこのクライアントアプリを起動して、現在 VDI、DaaS クライアントで使用している ID、パスワードで仮想環境に接続できます。今回はこの後 Windows の画面が表示されるだけなので割愛いたします。Chrome ブラウザを起動します。今回のデモでは Chrome ブラウザはどの URL にもアクセスができないように設定されていますので、どの URL を入力しても画面の通りアクセスが禁止されている旨を示すメッセージが表示されます。続いて、スクリーンショットの撮影を試みますが、管理者により禁止されているとの通知が表示されます。端末に USB メモリを接続しました。USB メモリを接続しても同様に、管理者により禁止されているとの通知が表示され、USB をマウントすることができません。Chrome OS には、ローカルファイルを表示するためのファイラーが付属しています。管理対象ゲストセッションを終了すると、すべてのデータが削除されるということをご確認いただくために、フォルダを一つ作成しておきます。それでは管理対象ゲストセッションを終了し、もう一度管理対象ゲストセッションを開始してみます。先ほど作成したフォルダを含め、すべてのデータが削除されていることがわかります。以上、このセッションでは、管理対象ゲストセッション導入のメリットと、Chromebook 上で管理対象ゲストセッションがどのように動作するのかをご紹介いたしました。この動画の説明欄にあるフォームから、弊社 Google セールスにお問い合わせください。管理対象ゲストセッションを管理コンソール上で構成する方法につきましては、この動画の説明欄にあるリンクより引き続きご視聴いただけます。ご視聴ありがとうございました。